石はペストのおかげということで1680年代です。前回1670年代はオランダ最大の風景画家ロイス・ダールが活躍し、フランスではルイ14世を中心として音楽家のリュリ、画家のルブランがその後のフランス音楽界と美術界に大きな影響を及ぼし、そして最後のイギリス・オランダ戦争である第3次イギリス・オランダ戦争が勃発した時代でした。そして次第に活気がなくなる美術界ですが、この1680年代はホッペンマが活動していました。ホッペンマは前回登場したロイス・ダルの下で修行し、ロイス・ダルと同じように風景画を描いた画家で、ロイス・ダルの後継者とも言われています。しかしホッペンマは生前は1660年代に登場したフェルメール同様ほとんど知られていませんでした。しかしこの約100年後である18世紀の終わり頃から彼は次第に知られるようになり、特にイギリスで好まれ、結構な価格で落札されるようになります。生きている間にしてくれって話ですよね。ホッペンマは前回1670年代に起きた第3次イギリス・オランダ戦争によってオランダの経済状況が低迷してオランダの美術市場が崩壊したこともあり、かなりの貧困生活を送り亡くなりました。さらに彼はもともと生前から知られていなかったため、資料もあまりなく自画像すら残っていないとのことです。ちなみにオランダ黄金時代の画家は1620年代に登場したハルスも、その後の1630年代に登場したレンブラントも、前回1670年代に登場したロイス・ダルも、皆流行の移り変わりで比較的貧困の中で亡くなっています。まさしくオランダ黄金時代の光と闇ですね。ちなみにホッペンマといえばこの絵というように、これ以外の絵が紹介されることはないくらいこの絵とセットの扱いです。というよりもむしろ自画像が残っていないので、これ自体がホッペンマ自身みたいな扱いです。さてこの時代の音楽界ですが、突然賑わってきまして、3人の作曲家が活躍します。1人目の作曲家はアレッサンドロ・スカルラッティです。この曲は歌曲です。アレッサンドロ・スカルラッティはイタリアの作曲家で、主にオペラを作曲しました。次の作曲家はブクステフーデです。ブクステフーデは当時デンマーク領だった現在の北ドイツか、当時デンマーク領だった現在のスウェーデンか、当時も現在もドイツ領のどれかで生まれたとされています。もうどこでもいいんですけど、おそらく当時デンマーク領だった現在のスウェーデンの地域らしいです。このようにこの時代になっても作曲家によっては資料がなく、推測での記述が結構あったりします。音楽は長らく美術よりも格の高いものとされてきた割には、画家に比べて作曲家に対しての資料がほとんど残されていないというのが不思議ですね。そしてこのブクステフーデはドイツのプロテスタント音楽の発展に大きく貢献し、後世の作曲家たちも大きな影響を与えた人でしたが、例によって死後急速に忘れ去られていきます。再評価されるのはこれまた例のごとく19世紀以降です。ちなみにこの時代のドイツでは教会で夕べの音楽というコンサートが開かれており、ブクステフーデはその規模を拡大し、入場料無料ということもあってかなりの人気を博します。これはドイツでの公開演奏会の先駆けとなりました。公開演奏会とは今でいうコンサートの類のことです。当時音楽は教会や王侯貴族の館などで演奏されるものであり、一般大衆の前で演奏されるものではありませんでした。今と全然別世界ですね。特に公開演奏会はロンドンでこの時代あたりから盛んに行われるようになっていきます。そして最後にイギリスの作曲家パーセルです。
久しぶりのイギリスの作曲家ですね。1570年代に登場したトマス・タリス、1590年代に登場した涙のパバーヌのジョン・ダウランド以来、約100年ぶりのイギリスの作曲家です。しかもこのパーセルは大物です。大物すぎて現在、小惑星の名前にまでなっています。しかもこの曲はバロック時代のオペラの最高傑作とまで言われています。ついにやってきましたね、イギリス。ついにこの音楽も美術も干からびていた不毛の地、イギリスにも音楽が花咲く時代がやってきましたと思いきや、なんとこのパーセルを最後に約200年、なんと約200年もの間、イギリスには歴史に名を残すような作曲家は登場しません。やばいです、イギリス。むしろパーセルは突然変異みたいなものだったのかもしれません。国力のある国では大抵美術や音楽が発展する傾向にありますが、なぜかこのイギリスではどちらも全く発展しませんでした。その理由として社会学者のマックス・ベーバーは、1580年代にアルマダの海戦でスペインと戦った時にイギリスを統治していたエリザベス一世の時代以降、小説を読むのは時間の無駄であるとか、そういった禁欲主義的なカルバン派の教義によってイギリスでは芸術が枯渇してしまったのだとしています。もしそうだとしたらもったいない話ですね。実際プロテスタントの地域ではオランダが例外的に市民階級が台頭した1600年代以降に美術が栄えたのと、ルターが音楽だけは OK と容認したドイツで今後音楽が栄えていく以外何もないに等しい状況です。そしてパーセルのオペラはイギリスで人気を博し、最高の作曲家であるとまで高い評価を受けましたが、結局イギリスでは英語によるオペラがあまり普及せず、パーセルの死後はオペラがほとんど作られなくなってしまいます。200年後に期待しましょう。さてこの1680年代にはイギリスで大きな歴史的事件である名誉革命が起きます。まず今までの流れをまとめますと、1640年代にピューリタン革命またの名三王国戦争が起きて、チャールズ1世が処刑され絶対王政が打倒されました。次の1650年代にはクロムウェルが軍事独裁政治を敷き、オランダと第一次イギリス・オランダ戦争を繰り広げました。そして次の1660年代にはクロムウェル死後、チャールズ2世を王として王政復古となり、第二次イギリス・オランダ戦争を繰り広げます。さらに次の1670年代に第3次イギリス・オランダ戦争が起こり、イギリスとオランダの戦争は終結します。そしてその次の時代、この1680年代に名誉革命が起きたことによって再度絶対王政が倒され、王政復興の期間は終わります。それも今まで散々戦ってきたオランダからウィレム3世を王として迎えるという一見不可解な方法によってです。どういった内容かと言いますと、このウィレム3世は1677年に政略結婚として後のイギリス王となるジェームズ2世の娘メアリと結婚します。そしてチャールズ2世の死後、このジェームズ2世がこの時代1685年に王に即位しますが、ジェームズ2世はカトリックを復活させようとしたため、イギリス国教会の立場に立つ議会と対立します。そして彼には長い間子供がなく、さらにジェームズ2世はこの時52歳で、死んだらウィレム3世の妻であるプロテスタントのメアリが王位を継ぐ予定だったので、議会はジェームズ2世が早く死んでくれるまで待とうと決意しました。ところがここに来て男の子が生まれたので、将来この子が王位を継いでカトリックの王朝が誕生する可能性が出てきてしまいました。そしてこの時オランダのウィレム3世は第3次イギリス・オランダ戦争でフランスに攻められて以降、ルイ14世率いるフランスがオランダの脅威となっていたので、ここでイギリスと一体となり、イギリスとフランスを引き離してフランスに対抗するという目論見みがありました。ここで両者の利害が一致し、議会はウィレム3世とその妻メアリをイギリスに招きます。そうしてウィレム3世は軍を率いてイギリスに上陸します。そしてジェームズ2世に援護はなく、彼は即してたったの3年で王位を退位させられ、フランスに亡命します。そうしてウィレム3世がイギリスの王になるというわけです。このように外国人に統治されるというのは不思議な感じがするかもしれませんが、イギリスは1000年頃から今に至るまで
常に外国人が統治しています。そして翌1689年、議会で権利の宣言が提出され、ウィレム3世とメアリがこれを承認します。これは王権に対する議会の優位を示したもので、議会の承認なしに勝手に課税したり、戦争を起こしたりできないという内容です。そしてすぐにそれを権利の焦点として制定します。これによって憲法などの法律によって政治が行われる立憲君主制が世界で初めて確立しました。これは近代民主政治の根本原則とされています。これ以降、イギリスではどこの国よりもいち早く王の権力が制限されて、議会が中心となって政治が行われるようになります。そして一体何が名誉なのかというと、チャールズ1世の時のように大きな流血事件を起こさず革命を成し遂げたので、このように呼ばれています。ちなみにウィレム3世の目論見はウィンウィンの形で果たせたわけですが、彼はこの約10年後に馬から落ちて死んでしまいます。なんという死に方でしょうか。そしてそれによってオランダはイギリスから分離され、その後オランダはイギリスとフランスの覇権争いから脱落してしまい、かつての繁栄は消滅してしまいます。そしてこの名誉革命を理論の面から正当化したのがイギリスの哲学者ロックによる統治理論です。1650年代に登場したホッブズは絶対王政を正当化する形になりましたが、ロックはそうではなく、人民は相互の同意のもと政府に支配権を委任するが、もし政府が圧政などによって人民の権利を侵害することがあれば、人民はそれに抵抗する権利を持ち、支配者の交代を要求できるとし、主権は人民にあるとしました。ロックのこういった近代市民社会の原理となる思想は、後の時代に大きな影響を及ぼします。このようにして、イギリスは政治の面でヨーロッパの先駆けとなります。さらにこの時代にタイトルにあるように、あのニュートンが登場します。意外にも前回登場して、今もピンピンしているルイ14世と同時代っていうのは意外ですね。あんなカツラとか被ってる時代に近代科学が誕生するとはかなりイメージのギャップがあります。そしてこのニュートンの著作、プリンキピアは万有引力の法則やらニュートン力学やらのニュートンの研究成果の集大成であり、科学史上最も重要な著作の一つに数えられています。ただこれもヨーロッパにおいてはすぐには受け入れられず、受け入れられるのに50年以上もかかっています。そしてこのニュートンの偉大な業績は25歳までのたったの1年半ほどの間に成し遂げられました。すごいですね。そしてその1年半ほどの期間とは1660年代にお話ししたイギリスが散々な目にあった年、1666年の驚異の年と言われる時期で、ロンドンでペストが大流行したり戦争で負けたり大きな火事が発生した時期です。ちなみに17世紀当時のペストの医者はこんな格好をしていました。不気味すぎ、怪しすぎ、シュールすぎですね。これは医者本人がペストにかからないようにするために革製のガウンを着たり、帽子をかぶったり、手袋をしたり、果てはくちばしみたいになっているところにペスト菌が鼻や口に入り込まないフィルターの役割をすると考えられていたハーブとかを詰めていました。杖は医者の証らしいです。実際出会ったら怖すぎですね。しかもこの医者たちがすることはといえば、患者の血を抜くぐらいのものでした。大抵は二流の医者か、今まで全然違う職に就いていた人たちがしていたりで、多くはペストにかかって死んだらしいです。そりゃハーブごときじゃペストを食い止めることは無理ですよね。そしてそのペストの大流行によって人の多く集まる大学は閉鎖されましたが、その時大学で生活費を稼ぐため雑務をしていたニュートンは疎開することになり、疎開先である故郷でゆっくり考える時間ができました。そしてそれによってニュートンの偉大な業績がその間に生み出されます。ですのでこの期間は創造的休暇とも言われています。もしこの時ペストが大流行していなかったら、ニュートンの偉大な業績は生み出されていなかった可能性があるわけですね。そう考えると、やはり人生に休暇は大切ですね。ずっと休暇でもいいんじゃないでしょうか。そしてニュートンは、それらの研究成果をまとめた本であるプリンキピアをこの時代に出版するわけですが、その偉大な業績を成し遂げた
25歳以降、彼は一体残りの人生を何をして送っていたのかというと、主に周囲を蹴散らすことだけに専念していたようです。まずニュートンの微分積分法の発見に対する発表は同時代の数学者ライプニッツよりも遅かったのですが、ニュートンは自分の方が早く発見していたと言い張り、なんと25年もの間法廷闘争に明け暮れます。そんなことしないで他の新しい発見でもしてくれって話ですね。しかし怒り狂うニュートンは研究そっちのけで他にも多くの人と論争を繰り広げ、ひたすら争い続けます。そしてその論争で万一自分が負けた場合は、後にチャンスさえあればその相手の地位を蹴落とそうとしたり嫌がらせをしていたそうです。なかなか悪い性格してますね。彼は普段も論敵を完膚なきまでに論破して越にいる性格だったようです。筋金入りですね。そしてニュートンはこんなにも偉大な発見をしたものの、彼の大学講義に学生はほとんど現れなかったらしいです。こんな性格だったから容赦ない授業を繰り広げていたものと思われます。しかもニュートンといえば科学者の中の科学者といったイメージですが、実は彼は錬金術にのめり込んでいました。というか錬金術の方に重きを置いていました。これは意外ですよね。錬金術とはそこらにある金属を金や銀に変えるとか、人間を不老不死にする賢者の石なるものを作るとか、そういった現代からすると時間の無駄以外の何者でもないと思えるようなものです。しかしこの時代は錬金術と科学に明確な区分がなく、錬金術であれこれ怪しい試行錯誤を繰り返しているうちに現代につながる科学的発見がなされたという時代で、むしろ錬金術なしに科学は発達しなかったと言われているくらいです。ちょうどこのニュートンがその時代の分かれ目にいたといった感じです。ちなみに虹の色が7色だとしたのもこのニュートンだとされています。それまで虹は5色とか6色とか言われていたのですが、そもそも虹はグラデーションで色が変化していくので断定的に何色とは言えなく、それをニュートンも理解していましたが、ニュートンはそれを科学的な理由ではなく、聖書で7という数字が重要な意味を持つからとか、当時学問の分野でもあった音楽において1オクターブが7だからとか、そんな適当な理由で7色に決定しました。こんなニュートンですが、実は他にも意外な才能があり、晩年に教え子から今まで研究に打ち込んできてさぞお疲れ様でしょうからと王立造幣局幹事の仕事を斡旋してもらいます。しかしニュートン、そこでのんびりする気は毛頭なく、速攻で通貨偽造人を逮捕し、辻々に汚職を摘発していきます。果ては大物通貨偽造人を死刑にまでします。そしてこのニュートンの大活躍によって偽金作りが激減したと言われています。ニュートンはこういった実務の面でもすごい才能の持ち主でしたが、死刑にまでするとはさすがニュートン容赦ないですね。このように1630年代に登場したガリレオやこのニュートンらによって、それまでの宗教による誤った考えから脱却し、実験と観察による証明という科学の大きな変革を指して17世紀科学革命と言ったりもします。科学は全ての知識を網羅していると主張する宗教などのような絶対的に正しい経典といったものに対して後世の人々がいろいろな解釈を試みるといったものではなく、科学者自身が無知であることを認めた上で、その未知のものに対して実験や観察などによって新たなものを発見したり、新たな説を提唱していきます。そしてその成果をその他の無数の科学者たちが何世代にもわたって、それらが正しいのか間違っているのか、または例外的事例はないのかといったことを細かく検証していきます。そしてその過程で間違っていた説はどんどん捨て去られ、妥当な説はその妥当性がどんどん高まり、そこから新たな説が生まれて発展していき、それによって人類全体の知識はどんどん正確性を増し、知識量も増大していくという、ある説を絶対視せずに無数の人々が検証に関わることで発展させる他にない特殊な世界と言えるものです。それでは最後にこの時代に書かれた絵を2枚紹介します。最初の絵はカルロ・マラッタによる作品です。これはギリシャ神話の話で、左の男がゼウスの息子アポロンです。このアポロンが弓矢で遊んでいるエロスのことをからかったので、エロスが怒ってアポロンに恋する金の矢を放ち、一方川遊びをしていた全く関係のない無実のダフネに恋する気が失せる鉛の矢を打ち込みます。
そうしてアポロンはダフネに恋をし、ひたすら追いかけますが、ダフネは嫌がり、ひたすら逃げます。そしてとうとうダフネは父である川の神に自らの姿を変えてくれるよう望みます。そして父はダフネを月桂樹の姿に変えてしまいます。それを見たアポロンはひどく悲しみ、その月桂樹の枝から月桂冠を作り、愛の証として永遠に身につけることにします。これによってアポロンのアトリビュートは月桂冠となります。この絵ではダフネの指先が月桂樹に変わりかけている場面が描かれています。そしてその月桂樹の先にエロスが描かれています。エロスのアトリビュートは弓矢と矢筒です。ちなみにエロスの英語名はキューピッドです。こっちの方がしっくりきますね。最後の絵はこちらです。ルネ・アントワーヌ・ウアスは前回登場したルブランの弟子となり、ルブランの監督の下でベルサイユ宮殿などの装飾を手掛けました。ですので、まさしくルブラン主導による王立絵画彫刻アカデミーの基準にのっとって描かれた古典主義な絵です。まさしくといった感じですね。ちなみにミネルヴァはパリスの審判に出てくる戦いの女神アテナと同一視されていますので、彼女は兜をかぶり、槍や盾がそばに置かれています。女神アテナは知恵や工芸を司る女神でもあります。ということで、1680年代はホッベマがフェルメール同様人知れず活動を続けており、音楽界ではイタリアのアレッサンドロ・スカルラッティ、デンマークら辺出身のブクステフーデ、イギリスのパーセルと珍しく異なる各地域の作曲家たちが登場しました。さらにイギリスでは名誉革命とロックの統治理論が出版され、さらにニュートンの偉業といったようにパーセルを含め偉業4連発を果たしました。イギリスすごいことになってます。次回は1690年代です。ついに現代でも馴染みのあるかの名曲が登場します。それでは。